単にこれやりたい奴らって、日の丸を大切にしてる僕を見てって言いたいだけでしょ、これ。クソ弱者が。ルンペンプロレタリアートの革命なんでしょ、高市政権っていうのは。高市人民革命政権ですよ、こんなん言うてんの。私有財産の否定を叫んでるんですよ。ポルポトですよ、高市さんが。もうこれ汚損です。ブサイクが日の丸を持つということは、著しく不快だし、汚損である。ブサイクが日の丸持ってたらアウトってこともあり得るで、これ。鈴木英慶という国家の宝みたいなね、優秀なやつがね、こんなアホなことに従事させられてるというのがね、高市政権は売国奴政権だとしか言いようがないですよ。マンションの修繕がナフサの不足で次々と停滞してる言うてるんですね。今日は火曜日です。朝刊の内容はそれなりに濃いんです。で、先にするこの国旗毀損罪の話。国旗損壊罪や。先にする15分動画でもするんですけど、いや、その日の丸がどうのこうのという話やのうてね、ようこんな法律を作ろうと思ったな。どう言うたらええかな。ちょっとびっくりしてんねんけど。日の丸をね、あかんようにしたらあかん。例えば、この間ツイッターに書きましたけど、これ、最高でしょ、これ。これもう天才の作ったもんですけど、これ僕が考えたもんじゃないです。この間僕がAI にこれ作ってもうたやつですけども、原案は僕ではないです。これ。日の丸って言って。最高でしょ、これ。ようできたるんですよ。ようできたんですよ。戦後日本というものの象徴みたいな感じになったので、ようできたるんです。で、これは僕が考えたんで、これはもう天才赤瀬川源平の、作品です。で、もうこれがどうやねんとかっていうようなことを言う前にね、ようあんな条文考えたな。いやいや、日照旗が国旗だから、それを破壊する奴は許さないという法律を作るというコンセンサスが社会にあって作るんであれば作ったらええんですよ。ええよ。だけど作るんやったらちゃんとせえって。4歳の子がね、未来の創造図って書いたのをね、大工さんが真剣にね、見てこれ図面やな言うて、家の胸上げ式でいくけど、できひんでしょ。ちゃんとせえって。子供が書いたね、未来の夢みたいな法律になってるんですよ。笑うで。ええか悪いかの前に、法律としてね、幼稚すぎるの。一番詳しかったのが、朝日新聞の書きぶりなんで、朝日新聞で見ますけど、日の丸をね、もう毎日、日の丸見たらそこで五体統治せなあかんっていう法律ができてもええよ、別に。それあかん言うてんちゃうねんて。その前にちゃんとせえって。朝日新聞の一面に昨日自民党が了承した国旗損壊罪の案が載ってるんですけども、朝日新聞です。朝日新聞の一面なんですけどね。何が処罰の対象かというと、人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で、公然と国旗を損壊、除去または汚損した場合って言うてる。何やねんそれ。これ、どうやって定量的に評価すんの？これ、道路交通法で言うたら、すべての道路には制限速度というのがあって、制限速度が60キロのところを70キロで走ってたらスピード違反ですって書いてあるの。でもこれ、道路交通法に置き換えるとこう書いてあるのと一緒ですよ。周りの人が見て、わあ、速いなと思ったらスピード違反って。それどうやって取り締まんねん。そうでしょ？スピード違反というのは、ここに60キロ制限って書いてあると。で、それをスピードガンで見たら70キロ出とったと。で、お前はせやから10キロオーバーやから、切符切る。これが法律ですよ。そやけどこれ、人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で、公然と国旗を損壊、除去または汚損した場合、2年以下の禁錮または20万円以下の罰金を課すって書いてある。で、これ、道路交通法に置き換えたらやっぱりどう考えたかって、なんか早そうやからアウトって書いてある。定量的な評価が全くないんですよ。多分俺ね、この法律作ったのね、パヨクだと思うよ。多分ね、これね、作ったやつはリベラルに違いない。こんなね、お気持ちだけで法律を作るバカなんて。パヨクに違いない。パヨクはけしからんね。だってお気持ちだもん。
田舎のおっさんはすぐ左翼違反ってあいつらお気持ちばっかりやよ。これお気持ちばっかりやよ。しかもやで、対象となる国旗は、ここ。国旗として用いられてると社会通念上認められる有体物。なんやねんそれ。国旗として用いられると社会通念上認められる有体物。これで最後にね、条文にこう書いてあるんですよ。客観的な事情を総合的に勘案して行うやで。客観的な事情を総合的に勘案して行うやで。国旗として用いられると社会通念上認められる有体物を人に著しく不快または嫌悪の情を催わさせるような方法で公然と毀損、除去または汚損した場合、2年以下の禁錮刑または20万円以下の罰金を課すんだが、その判断は客観的な事情を総合的に勘案して行うやで。子供か。いや、なんでこんなふわっとしてんの？いや、こんなん法律としてね、その条文の書きぶりのアートオブテキストライティングとして稚拙すぎるでしょ。日の丸を汚損、毀損、除去することを罰するなという話の手前ですよ。スピード違反に置き換えたら、車両と認められるかなっていうものを周りの人があら早いで言うてたら、総合的に勘案して切符切る言うてんねんで。それオペレーションとして回るん？これ、現場の警察どないしたらええの？一回一回電話すんの？現場の警察、官邸とかに。もしもし言うて。今目の前でね、日の丸を汚損してる人がいるんだけど、僕これ国旗損壊罪に該当すると思うねんけども、これが国旗損壊罪かどうか誰か判断してくれませんやろか言うて、藤山甘美みたいに電話すんのんか。いや、せえへんかってオペレーション回らへんやん、こんなん。でね、僕はこれ何が言いたいかというと、この法律がアホだとか言ってることではなくてね、リベラルの皆さん、国旗損壊罪そのものがどんだけオペレーションが詰まってようが、人の内心に踏み込むような立法をしてはいけないとか、感情で取り締まってはいけないみたいなことをね、とか、もっと言うたらもうこんな一言で済むんですよ。保護法益がないんですよ、こんな。例えばね、この法律ができる前かって、例えば区役所にかかってる日の丸をね、局者のおっさんがムカつく言うて、旗が、竿が登っていってそこでビリビリに破ったとせいさ。区役所が日の丸を掲げるとは何事だというようなことをもししたとせいさ。で、それもうすぐに器物破損で捕まるんですよ、もうすでにね。だとするとね、この国旗損壊罪というものが保護しようとする、この法律が生まれることによって保護される被害というものがないわけです、基本的に。だからそれを保護法益がないと言うんですけども、普通に偏差値50を超えてる人に対しては、保護法益がないの一言で済むんですが、国旗損壊罪なんてものを喜ぶ弱者の皆さんは、そういう教育を受けていない教養がない皆さんなので、保護法益がないから作ったかって仕方がないじゃないかという、健常な人間がなら通用する言葉は通用しないのでね、そういう言葉を紡ぐだけで無駄なので、アホの子には福祉の一環として、今節丁寧に教えてあげないいかんのんですけども、その時に、お気持ちで取り締まるなとかね、人の良心に踏み込むなとか言うたらあかんねんて。アホやねんから。お前らはアホやということを言わなあかんわけ。いやだから言うたらなあかん。いやこれでどうやって取り締まるのと。取り締まるとするとして。皇族に向かって振る日の丸、紙の日の丸が破ったら逮捕されるのかって、そんなこと言わんでええねん。これでどうやって法律として成立するのって言わなあかんねん。それ何をしたいのこれでと。オペレーション回らへんでしょ。これ局者を捕まえることさえできないですよ。局者モンスターっていうのは街におってね、日の丸見てたらもう全部燃やし尽くすと、乱暴怒りのアフガンみたいな格好して局者モンスターが歩いててですよ。日の丸見たらもうビリビリに破ると、日の丸弁当食うてるやつ見たらもう鼻の穴に指ガーッ突っ込んでそこら辺ガーッ引きずり回しとると。でもうちの近所の局者モンスターを何とかしてくれ言うたところでですよ。小学校にかかってる日の丸をその局者モンスターが破ったところで、それは器物破損です。日の丸弁当を食うてるやつ、パッコーンはたいてもそれは暴行です。すでにあるのよ。この法律で誰をどう取り締まれんねん。これ言いたいだけちゃうのこれ。お気持ちで取り締まろうとか言うんではなくて、単にこれやりたい奴らって、日の丸を大切にしてる僕を見てって言いたいだけでしょ、これ。
クソ弱者が。言いたいだけでしょ？日の丸を大切にする僕を見て、言いたいだけでしょ？気持ち悪い。保護法益もなければ、立法事実もない法律で条文スカスカやで。お前ら国会を線ずりの現場や思てんちゃうか。で、これあれやろ、田舎帰って弱者の皆さんに対して、左翼を黙らせるために国旗損壊罪を作ってきました。言うて、わー言うてんやろ。お前ら多分年取ったら商店街の奥で布団買わされるぞ。で、なんか知らんけど、ここら辺つけて肩こり治る言うて、電気の治療器とか買わされるぞ。200万ぐらいで多分。お前ら。アホちゃうの？これでね、この国旗損壊罪があってええと思ってるね、若い子おったらね、これやめといた方がええよ。こういうアホなこと許しろね。さっきのスピード違反の例えの通りですよ。スピード違反というのは時速何キロが上限ですよという標識があって、その標識以上の速度を出してるかどうかをスピードガンで客観的に判断して、アウトかセーフか白黒つけて切符切られるんです。そやけども、この国旗損壊罪を、これ罪ですからね、刑法ですよ。国旗損壊罪をね、道交法に例えると、車かなと思えるようなものを、ちょっと速いなって周りの人が思う速度で走ってたらアウトって書いてあんねん。それ、どんな法律なんそれ。これに賛成するというやつは、自分が弱者ですって、額縁に入れて、金モールつけて飾ってるようなもんですよ。恥ずかしないんかな、こんなもん。法律だと言うて。法律としての要件ができてないです。どれぐらいアホなこと言うてるか言ったら、5階建てのビル建てます。材料はレゴです。言うてるぐらいですよ、これ。5階建てのビル、まあ作りたかったら作ってんやんで、材料はレゴです。もっぺん。いや、レゴです。じゃあ、できるかもわからへんけど、そら、いや、レゴです。君、前職は、キッザニアです。みたいな。それ、ないねん、これ。ようこんなもんを法案や言うたね、自民党も。日の丸でケツ吹くのはええやろとか、そういう話を俺は言うてんちゃうんよ。日の丸をどうかしたやつを罰することは良くないとか、そんなこと言うてんちゃうの。罰するんやったら罰したらええよ。やりたいようにやってええねん。選挙に勝ってんねんから。せやけども選挙に勝ちました内閣総理大臣に出してる政党ですやったら、せめて法律ぐらい普通に作れ。これ、閣議決定するって恥ずかしいよ。これ確保にするんでしょこれ。議員立法ちゃうんでしょこれ考えたらええんですよ。だから極左モンスターのおっさんがおってね。島田マルクスオさんっていう人がおってですよ。島田マルクスオ、極左モンスター75歳がおってですよ。で、極左モンスターっていうのがおって、もうなんかもう、島田マルクスオさんがおって、ここにもう、こう、もうなんか、全国のプロレタリアと団結せよっていう鉢巻き巻いてですね。もうずっとこう赤い旗を振りながらこう歩いてて、もうここにスターリンの入れ墨入ってて、ここにレーニンの入れ墨入ってて、背中見たらマルクスの入れ墨が入ってるって島田マルクスオさん、静岡県出身75歳っておっさんがおったとしてですよ。で歩いてて、けしからん、港区役所は区役所の前に日の丸を掲げてやがる。こういうことは日程の東アジア侵略を是認する間違った歴史観だ。日程帝国主義を粉砕せよって言って、つる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 って旗の竿を登っていって、日の丸なんか破ってしまえって、その旗をガー破ってパー巻いて、全国のプロレタリアと団結せよってそこで演説して、わーなってわーって捕らえられて裁判かけられるとして、この人は器物破損と国旗損壊罪とどっちで裁判させられんねん。それどっちで検挙すんねん。これ両方でなんかできひんで。どうすんの？その島田マルクスオさんは何で前科がつくのそれ。それ器物損壊やんか。他人が持ってる日の丸をね、そうやって破ったり捨てたりとかすると、すでに器物損壊とか暴行とか、その島田マルクスオさんがやったことは、不法侵入も入ってますよ。で、それ様々な行為が違法に問われるようになって他人が持ってんの。で、俺冷静に考えると、この条文の書きぶりやったら、自分が買うてきた日の丸をどうかする行為だけを取り締まるんですよ。自分の持ってるもん壊してなんで怒られなあかんの？他人さんが持ってはるもんをどないかしよう思ったら、もうすでに暴行とか器物破損とか、不法侵入とかいろんなもんがあるわけですよ、すでにね。
ってことは、冷静に考えると、自分の持ってる日の丸をどないかするとかっていうことですよ。汚れた日の丸をほかして怒られるのけ？なんでそんな我がの持ってるものを我がの思うように使うて怒られなあかんねん。資本主義社会で。なんで個人の所有権が思想信条の事情の前に商売の話、銭の話として自分が買うてきたもんを自分の思うもんように使うって資本主義の基本やん。これ資本主義の敵ですよ。だから言うてるやん。俺国旗既存在を作ったやつはパヨクに違いないって。だって資本主義の敵やねんもん。どう考えたかって。なんで自己の所有権を行使できないのよ。それ憲法の基本ですよ。日本が資本主義国家として。中国や北朝鮮やソビエト連邦とは違う国である理由ですよ。個人の所有権は絶対というのは。それ表現の自由とかの前の話です。私有財産の絶対です。歴代の防衛大臣に自衛隊の役割って何ですかって聞いたら、国民の生命と財産を守る役割ですって答えます。自衛隊はそういうもんです。国民の生命と財産を守るために自衛隊はあるんです。買うてきた日の丸は国民の財産です。ほっといてくれ。俺のこの話を聞いてまだ国旗損壊罪必要や思ってるやつおったら、多分母親の体内に着床したことが間違いの能力不足者やと思いますよ。私物やん。他人が持ってるもんをどないかしようと思ったらもうすでに器物損壊、暴行、不法侵入、うんたらかんたらっていうのがあるわけですよ。ってことはこの法律のターゲットは我がが買うてきた日の丸なんですよ。我がが買うてきたもんがそれが日の丸であろうがコーヒーカップであろうが自分の好きに使うて構へんやろ。これはもう完全に憲法違反ですよ、立法行為が。そら歴史観とか愛国心とか関係ない。資本主義の敵か味方かですよ。こんなもん私物の使い方に文句つけるやつは、こんなもん賛成するやつはみんな共産主義者です。マルキスはこういうのはわかる。社会の公共財になってないって言って。これ私有財産権の否定やん。こんなもん国旗損壊罪を喜ぶやつなんで、共産主義者だけですよ。マルキストやんけ、言うてること。だから、あれでしょ、これルンペンプロレタリアートの革命なんでしょ、高市政権っていうのは。高市人民革命政権ですよ、こんなん言うてんの。私有財産の否定を叫んでるでしょ。ポルポトですよ、高市さん。こんなもんお前極左革命政権言うてること。ポルポトですよ。クメール・ルージュですよ。クメール・ルージュ、日本やからなんていうの、ジャポネ・ルージュ。いや、だからもう、なんでこんなアホなことすんの？今日朝日新聞買いみんな。笑わんと読むの無理よ。人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で、公然と国旗を損壊、除去または汚損した場合、客観的な事情を総合的に勘案して処罰すんねんて。これ、朝日新聞の字の文章を読んだんちゃうよ。自民党の法案の中に書いてある言葉を読んだんよ、俺、これ。大人の書く文章か、これ。いや、俺もせやからさ、昨日からね、ビクビクしてるんですよ、これ。皆さん、そのゴミに捨てたらどうしようとか言うてるでしょ？怒られんねやろかとか言うてはるじゃないですか、皆さん。日の丸弁当はどうなんねんとか言うてはるでしょ？もう、そんな前によ。人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法ですよ。前から言うてるやん。俺20代の頃女の子に捨てられる時に、だって菅野くん奇形児みたいやねんもんって言われたの。20代の時にね、女の子に、もうすごい綺麗な女の子やったんですけど、まあ俺面食いやから綺麗な女の子しか好きにならへんのですけど、綺麗な女の子、めちゃめちゃ綺麗な女の子やねんけど、その子にね、人に著しく不快または嫌悪の情を催わせるような方法っていう条文で、俺はこの条文の時にね、20代の頃に女の子から菅野くん奇形児みたいやねんもんって言われて捨てられたことを思い出したんです。人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法。女の子がもし裁判官やったら俺有罪です。人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で、日の丸持ったらもう僕有罪です。もう俺アウトです。公然と国旗を損壊、除去または汚損って書いてある。もう俺の隣に並んだだけで汚損です。もうこれ汚損です。汚損。ブサイクが日の丸を持つということは、著しく不快だし汚損である。日の丸が
顔の油で汚れる。どこに基準あんねん。どうやって現場が判断すんねん、こんなもん。こんな法律作って。何遍も言うけど、スピード違反言うのはスピードガンで測れるからスピード違反やん。ブサイクが日の丸持ってたらアウトってこともあり得るで、これ。身長162センチしかない菅野が日の丸持ってる ?100 年早いわ。死刑じゃ。だから歩道橋プロテストの人言うたったやな、プチ虚栄中とかよう日の丸持ってますけども、人に著しく不快または嫌悪の情を催わせるような方法で、公然と国旗を損壊除去または汚損してるからお前、国旗損壊罪で有罪やぞって言うたったやねん。人に著しく不快やぞ、言うて。ここにある日の丸めっちゃ不快やねんけど。人に著しく不快の念を、不快または嫌悪の情を催させるような方法で日の丸が使われてるんですけど。立法事実これ不快ですよ。著しく不快です。そういうことだからね、アホが法律作ったらこうなんねんって、法律ってのはものすごくプリサイスに作らなきゃいけないの。法制局どうすんのこれ。これ、議員立法ちゃうんでしょ確保にするんでしょ内閣法制局どうするつもりなんやろこれ。いやね、俺はね、ちょっと一番ショックなのは、これはもう玄人向けの解説なんですけど、これ、日経のネットの記事なんですけど、この法案を了承したね、部会の自民党の部会の写真載ってるんですけど、どう撮ってんのね、AK さんなんですよ。マイク持ってんの、一番左の鈴木 AK。これもう玄人向けの解説ですけど、元三重県知事です。経済産業省のエリート中のエリートで、ホープやったんです。鈴木 AK がひょっとしたら将来事務次官になるかもわからんと言われるぐらいの逸材やったんです。AK さんね、法律作るプロです。AK さんがこんな法律を作るって、何それ。いや、鈴木 AK という国家の宝みたいなね、優秀なやつがね、こんなアホなことに従事させられてるというのがね、高市政権は売国土政権だとしか言いようがないですよ。進んでやってんのか無理にやらされたのかわからないけど、ありえへんもん、こんなもん。役所が起案する。いや、この役所に起案させたらこんな文話になるはずないねんから。AK さんこれいやいや作ってると思う。と信じたい、俺は。だってこんなもん恥ずかしいもん。どうしたら大丈夫 AK さんって。いや、もうめっちゃ優秀なの。金のわらじ履いて見つけてこなあかんぐらいの優秀な逸材ですよ。それが政治の世界に出てしまったっていうのは、立憲民主だったら後藤さんもそうですけども、後藤さんとか AK さんとかやっぱね、経済産業省出身の政治家、政治家になった経済産業省出身者ってやっぱ優秀なんです。一番優秀な連中は辞めた後、自分でファンドやってますけど。でもやっぱ政治家になったやつ、やっぱりイケてるやつ多いんですよ。どの政党から出てるやつでもね、やっぱりね、イケてるやつが多いんですよ。難しい話を高市早苗にしても分からへんやろうから、アホにも分かる高市早苗が喜ぶ法案にしましたとしか、俺はアホでも分かる日本語にしましたとしか分かる。なんこれ。分かるこれ、勘違いしてもうたら困るのは、日の丸を汚損破壊することを罰することは良くないということを俺は言ってるんではないのよ。さっきの島田マルクスオさんとかね、わからん、長崎県出身のエンゲルスオさんとかね、北海道出身のトロツキオさんとかね、っていう極左モンスターがおってね、なんかもう最近日の丸を汚損破壊することが横行してると。これはよろしくないだろうということで、それを立法事実として法を作ったとしたとしても、こんな条文にはならんやろって言うてんの。やるんやったらちゃんとせえ言うてんねん。法律の体裁ぐらい整えろ言うてんねん。2年以下の拘禁、または20万円以下の罰金ですよ。警察、わっぱかけなあかんの。わっぱかける警察の気持ちになったれよ。胸張ってわっぱかけさせたれよ。47都道府県警のうち、警視庁含む46都道府県警察のうち、お前、神奈川県警と兵庫県警あんねんぞ。現場アホやぞ。アホの子分からへんぞ。アホの子、賢い人間はアホの子書いた作文で体動かせんだ。アホやから合わしたろうってことできんの。AK さんがそうであるようにね。アホの子はアホの子が書いた文章読まれへんねんから。アホの子が読めるのは賢いが書いたアホの子の向けの文章だけなの。アホの子がアホの子を読んだら無理なの。北海道警も沖縄県警も奈良県警も大阪府警も動けるかもわからんけども、少なくともこの法案で神奈川県警と兵庫県警は無理です。
アホやねんから。現場におるやつ。逮捕者続出ちゃうねん。お前ら人生経験少ないな。アホの子が、アホの子の書いた文章を読んだ時どうなるか言うたら、逮捕続発やねん。兵庫県警と神奈川県警がどうなるか言ったら、わからへん。ってなります。お前アホの子の観察が足らんねんて。アホの子は難しいことを言うたら、難しいことを理解せんとその反対のことやんの。でもアホの子にアホなことを言うたら、ってなんねん。兵庫県警と神奈川県警、ポリスアカデミーみたいになってまうと思う、多分。兵庫県警すごいで。辰野の殺人事件。殺したやつ、野宿してるから君大丈夫って職質して人殺しました。言うて気ぃつけて帰りやって返してんねんで。そんなアホがおる警察に、この条文降りてきたらどうなんねん。どれってかわからへん。知ってた？どっかで聞いた話やと思うけどな。俺これほんまにこの間兵庫で聞いた。まあ兵庫だけじゃなくて他のとこも似たもんやねんけど、警察の試験ってのは、まあ OB 訪問とかすんねんけど、あれで、お辞儀が綺麗で採用してる。いやほんまに、どっかで聞いたこと。これアメリカの事例では、アメリカこんなんなってんねやって言うてるけど、まあよう聞いたらわかりますが、アメリカの共和党が虚偽の噂を拡散してる。どういうことかっていうと、この間、プライマリーっていう、予備選挙が共和党のトランプ側の候補者が共和党の候補者になるということが決まった、テキサスの上院の選挙なんですが、今度は、標的を民主党の候補に変えてですね、虚偽の噂を拡散してるんですね。共和党、民主党の候補者はビーガンだとかね、性的マイノリティだみたいなことをやってるんです。言うてるんです。で、もうビーガンや言われたから、いや別にビーガンちゃうねんけど、って言ってわざわざなんかみんなの前で肉のタコスを食べるところを動画に撮らしたりとかしてるんですね。虚偽情報の拡散ってどっかで聞いたことあるな。高市さんは世界の最新事例だな。12面です。で、読売新聞ちょっと戻りましょう。読売新聞で大事なニュースが社会面に出てました。これはね、えらいことですよ。こんなとこにも影響が出てるという話なんですけど、マンションの修繕がナフサの不足で次々と停滞してる言うてるんですね。中東情勢を受けて、ナフサ蘇生ガソリン由来の建築資材が入手困難となり、全国約590物件のマンションで大規模修繕の工期に遅れなどが生じていることが業界団体の調査で分かった。資材の値上げで工事費の増額に踏み切る施工会社も出ている。アメリカ・イランの戦闘終結が見通せない中、不安定な情勢は人々の住まいにも影響を及ぼしつつある。いやいやいや、大変ですよ。でね、前から言うてるように、ネット上の皆さんには残酷なニュースですけれども、ナフサないやんけって騒いでんのは日経新聞と読売新聞です。で、高市政権にネット上の皆さんが、批判的だろうなと思ってる朝日新聞、東京新聞は、あまりナフサ不足書かないんですよね。で、ナフサ不足深刻です。俺びっくりした。初めて自分の生活に影響しました。ゴミ箱45リットルのゴミ袋消えたんで、昨日薬局買いに行ったら、3軒回って3軒とも在庫切れやったよ。ないんです、言われて。ゴミ袋。ナフサ不足で、言うて。で、倍の値段する渋谷区の、とか、港区の作ってる、空の作ってるゴミ袋は売ってたんで、それ買いましたけど。じわじわ来てるんです。物がおへんの。自民党が昨日了承した、国旗損壊罪の内容ですね。今月中旬国会審議入りする言うてるんですけどね。まあ解説編でも長々と解説してお話ししたんですけども、こんな子供の作文みたいな法案作ったらあかんって。日の丸がええか悪いかの話の前によ。これ今から読むのは朝日新聞の字の文章ちゃいますよ。自民党の法律案の中にある言葉を朝日新聞が引用している。記事で言うと、鍵括弧でくくられてる中だけ、自民党の言葉だけ読み上げますよ。これ無理よ、笑わんと読むの。人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で、公然と国旗を損壊、除去または汚損した場合、客観的な事情を総合的に勘案して、2年以下の禁錮または20万円以下の罰金を課す。なんやねんこの条文。
解説編でもお話をしたんですけれども、法律というのは定量的な表現でやるべきです。例えば皆さんがよくご存知な法律で言うとね、解説編では道路交通法を例えに出してスピード違反の話をしましたけど、違う法律で話するとね、銃刀法違反っていうのがあるでしょ。で、銃刀法違反というのは、あれよ、先の尖ったものを持ってたらアウトじゃないですよ。ちゃんと刃渡り何センチって決まったんです。何センチか数字忘れたけど、ちゃんと数字決まったんですよ。誰が測ってもアウト、誰が測ってもセーフっていう風になったんです。危ないからアウトなんて銃刀法には書いてないんですよ。何センチ以上はアウトって書いてあるの、ちゃんと。しっかりした基準があるんです。ね。で、さっき解説編で話したのは、スピード違反いうのはね、道路交通法上のスピード違反というのは、道路標識に60キロと書いてあると。そこを70キロで走って、スピードガンで見たら70と出てるから、君は10キロオーバーでアウトだねって切符切られるわけですよ。で、これは数字の世界です、全部。硬い数字の話。一方、この法律は、人に著しく不快または嫌悪の情を物言わさせるような方法で、しかも、どうアウトかセーフかは、客観的な事情を総合的に勘案して行うってお前。そんな法律の体をなしてないやん。スピード違反で言うたら、なんか知らんけど、周りの人が見てて速そうやな言うてるから切符切る言うてるようなもんですよ。で、法律の体をなしてないのよ、これ。で、これを、これでね、嘆くべきは、こんな法律ができてしまうと曖昧な基準で捕まる人が増えるじゃないかではなくてね、憂うべきは、自民党大丈夫？自民党ほんまに大丈夫？サザンが8とか言うてへん？あんたらアホになったんちゃうっていうことですよ。日本語の作文さえできひんようになったんです。人の思想に踏み込むなとか、曖昧な基準で人を処罰するなとか、日の丸がどうやったらあーたやとか、そんなね、難しい話せんでもええんですよ。アホなんちゃうですよ、これ。あなた方は統治能力を失ってしまったんではないですか？物事を考える能力がないんじゃないですかということを言うてあげるべきです。日本語書かれへんねんもん。アホのこの作文ですよ、こんな法律。日の丸がどうのこうのの前によ。道路交通法の話で繰り返しになりますけど、なんか早そうやから切符切りましたってないでしょ？いや、なんか知らんけど、なんかちょっと早そうな気したからスピード違反かな。いや、あの人も早い言うてたで。この人も早い言うてる。スピード違反。関白宣言か。早いんじゃないんかな。ちょっと覚悟はしておけか、お前らは。何のことかわかりませんけど、こんなアホみたいな法律をね、よう、法律や言うてるね。こんなアホの子の書いた作文みたいな文章。恥ずかしいわ。共感的周知、元彦のインスタグラム見てる時ぐらい、見てるこっちが恥ずかしいってやつですね。そんな感じでございまして、自民党がダメな理由は右だからでも左だからでも上だからでも何でもバカだからということが、またよく分かったお話でございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。